皆さんこんにちは。BTS の川本と申します。今回の動画ではメタバースの基礎第2弾として 3DCG の原理と特徴を紹介します。前回の動画でご紹介した VR 動画との違いについても考えてみようと思います。よろしくお願いいたします。では早速メタクエスト2を使って 3DCG を体験してみようと思います。メタクエスト2を着用しています。ブラウザから Mozilla Hubs にアクセスします。サンプルとして公開されているルームがあるのでそこに入ってみます。とてもおしゃれな街の中に入りました。ウェルカムって書いてあります。後ろを見ると海があって、横浜みたいな感じです。街の中を動いてみています。今はコントローラーのジョイスティックを使っていますが、広いガーディアンを設定していただければ、ご自身の足で動くような仕方で移動していただくこともできます。次にコントローラーを使ってテレポートしてみます。この釣り竿みたいに見えるツールで行きたい先を指してトリガーを離すとジャンプすることができます。今度は学校みたいなところに入ってみます。教室みたくなっていますね。ビデオが流れていて実際に声も聞こえました。こっちは会議室ですね。今私自身を見ることができませんが、アバターを使って入室しています。他の方が同様にアバターを使って同じルームに入室すれば、こうした会議室で会話をしたり、あるいは同じ教室の中で一緒に授業を受けることもできます。学校の先生やクラスメートと会うのはバーチャルの中だけというような未来も来るかもしれないですね。ご覧いただいたように 3D 空間の中を自由に動き回ることができました。ゲームをする方には当たり前かもしれないですが、例えばアニメや映画を見ていてその空間の中を自由に動き回ることはできないですよね。乱暴な言い方になりますが、一方的に見せられるというか視点を強制されてしまいます。一方 3DCG 空間の中はより自由でインタラクティブな感じがします。その中で何らかの実行実現ができるような期待を持てます。その理屈を考えてみましょう。わかりやすくするためにアニメの作り方と比較してみます。若い方がご覧になったことがあるか心配なんですが、ノートの隅っこを使ったパラパラ漫画というものがあります。アニメは基本的にあれと同じです。キャラクターの動きやシーンの変化をアニメーターの方が一つ一つ全て絵で表現します。同じキャラクターや同じシーンを繰り返し何度も何度も描くことになります。一方 3DCG の場合、シーンの中で使うモデルを一度作ってしまえば、そのモデルを使い回すことができます。今、ブレンダーというソフトを使って、弊社の厚木営業所の 3D モデルを表示しています。白く見えるのは天井についている照明です。1階の廊下部分の全体をモデル化したものになります。フ
レンダーにはカメラビューの機能があります。それを使って視点を変えてみます。今カメラを追加しました。カメラの位置を変えて廊下に立っているような視点に設定してみます。これくらいでしょうか。では視点を変えてみます。廊下に立っているような視点になったかと思います。次にあらかじめ設定しておいた別のカメラの視点に切り替えてみます。建物の中を移動しているような印象になります。3DCG でしていることは基本的にこれと同じです。見る人の視点に合わせたビューをリアルタイムで作っているので、強制感が少なくインタラクティブな感じがします。今は建物のモデルですので視点の変化しかありませんが、例えばゲームキャラクターのモデルであればポーズを変えることもできます。最後に応用で 3DCG と VR 動画の違いをメリットデメリットを踏まえて考えてみることにします。3DCG の最大のメリットは動きの自由度です。モジラハブズは地面の上だけを歩くように綺麗に作られていますが、やろうと思えば空を飛んだり、地面に潜ったり、壁をすり抜けたりするようにすることもできます。一方 VR 動画では撮影時にカメラが通った軌跡の上しか視点を動かすことができません。Google ストリートビューで青い線の上しか動けないのと同じです。もう一つのメリットが立体視のリアルさです。多くの VR 動画は一つのカメラで撮影した映像を画像処理で変形させることで左右視を模擬しています。一方 3DCG では先ほどブレンダーでお見せしたカメラビューの機能を使って左右の目それぞれの位置からのビューをそれぞれ簡単に作ることができます。やろうと思えばゲームをする方の眼球の距離に応じた映像を作ることもできます。立体映像のリアルさを追求するのであれば 3DCG が圧倒的に有利です。最後に 3DCG のデメリットについてもお話ししておきます。まず1点、3DCG は VR 動画と比較すると作るのは大変です。モデルを作ったり、レンダリングをするには専門的な知識や技術が必要になります。また物体表面の質感がどうしても人工的というか陳腐になりがちです。3DCG と VR 動画の特徴を捉えてうまく使い分けられると良いと思います。この動画では 3DCG の原理と特徴を紹介しました。昨年、弊社の計測技術を使ってリアルな 3DCG モデルを簡単に作るための技術を学会で発表しました。別の動画でそちらも紹介させていただきたいと思っています。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。